車を日本の文化に、この合言葉を新たな合言葉として、我々日本自動車会議所はこれからさまざまな活動をしていければと考えております。この自動車協議会を設立したのが豊田喜一郎。平和日本の再興と世界文化に寄与したい。今日は経団連会館からお伝えします。こちらに明夫さんの姿が見えます。この後こちらの会場で日本自動車会議所の理事会定時総会が行われます。ここで豊田章男会長が誕生します。自動車の総合団体日本自動車会議所、79年の歴史を持ち、現在166の自動車関連団体や企業が参加しています。これまでプリウスの生みの親内山田武さんが会長職を8年間務めてきました。皆様と一緒になった活動によりまして、税の抜本改革の機運が出来上がってまいりました。本当にこの税に困っているのはユーザーの皆さんであります。ユーザーの皆さんの声がもっともっとこの税の軽減に直結していくような活動をこれからしていかなくちゃいけないんじゃないかなと思っております。そして新たな会長として推薦されたのが豊田章男さんです。理事会の決議を経て内山田さんからバトンを引き継ぎました。豊田でございます。日本自動車会議所の会長を拝命いたしました。皆様よろしくお願いいたします。このお話をいただき、設立時の世話人の方々が作られた設立主意書を読み返すところから始めました。80年前の文書の冒頭にありましたのは、国民の生活維持と文化向上に車は不可欠という言葉です。勝手ながら考えたスローガンは、車を日本の文化に、この一言です。後ほど懇親会がございます。そちらで政治家の先生方もいる前でも、この合言葉を発表し、どんな思いで言葉に至ったか、詳しくお話しさせていただければと思います。終戦の翌年に設立した日本自動車会議所。章男さんが考えたスローガンをより深く理解するために、これまで会議所が果たしてきた役割や歴史を振り返ります。先月トヨタイムズビジネスでは専務理事の島崎さんに話を聞きました。まずは会員について。この日本自動車会議所は、その自公会も会員団体のお一つということで、すごいなんかいっぱい書いてありますけど、範囲がものすごい広いんですね。はい、生産で言いますと今お話あった自公会、あるいは部品工業会、それから右に転じて販売整備の方でいきますと、自動車販売店を束ねている自販連さん、あるいは軽自動車の集まりであります全経連さん、そして、外国車お扱いの輸入組合といったところから中古車等々、そして左の方に転じますと、バストラックタクシーといったいわゆる車両を使う運行業者の方たちですね。そして右の方には21都府県に実は自動車会議所というのがございまして、そちらの方々、そして最後がこの下の部分でも関連分野というところで、例えば損害保険協会さん、石油連盟さん、あるいは最近ですとJAF さんですね。そしてまたモータースポーツのプロモーターであります3つの団体、などがですね、会員であられます。会員であります、いわゆる自動車の総合団体という位置づけでございます。じゃあまさに生産分野、販売整備分野、全国の自動会議所、運輸交通分野、自動車関連分野、こういうのが集まって全部で日本自動車会議所が構成されている。
企業会員って言っても名だたる企業のそうですね皆さんがね。加えましていわゆる自動車関連のメーカーさんあるいは部品、メーカーさん等々にですね、会員になっていただいている、はい総合団体でございます。こういうものすごい幅広い自動車業界のメンバーで何を目的としてどんな活動をされてるんですか。はい、やはりこれだけ業界横断的な組織でありますので、横連携ですね、はい、この強化をする。でその中でも特に政府に対して、いろんな政策等の提言あるいは要望をするということで、一番やっぱり大きなテーマは税制ですね。はい、ちょっと歴史調べてみますと、もう本当にこの自動車会議所は実はこの税制との何て言いますか戦いというか、今この瞬間9種類で9兆円もの税が、自動車関連税収入としてあるんですけれども、こちらに関して言いますと、当然ユーザーの方にとって非常に大きな負担になってますので、これを少しでも軽減してほしい、簡素化してほしいということを要望しております。そもそもこの自動車会議所っていうのはいつどうやってできたんですか。はい、遡りますと昭和21年昭和21年、はい、6月に発足してるんですが、もう80年近く前ですね。でその時のちょっと歴史をちょっと振り返ってみて一つ驚いた発見があったんですけれども、その前年昭和20年、昭和20年8月って終戦の時ですね。そうですね。そのわずか3ヶ月後、11月に設立されたのは自動車協議会。自動車協議会。はい。これが日本自動車会議所の前身団体なんですけれども、こちらの自動車協議会の設立にですね奔走して、そして自ら会長に就かれたのが豊田喜一郎さんです。そうなんですね。トヨタ自動車創業者でもいらっしゃいますけど、でさらに驚きましたのは、その時点ですでに今の組織の原型、先ほど多くの方々が入ってるのをお見せしたんですけれども、その当時ありました今で言いますとこの自公会、それから部品工業会、あるいは全経連さん、軽自動車ですね、そういった団体7つをですね、を会員としている自動車協議会というのを喜一郎さんが作られ、運営されてたと。戦後昭夫さんの祖父喜一郎さんが立ち上げた自動車協議会。この組織と車への強い思いを引き継ぐ形で作られたのが日本自動車会議所でした。さらに昭夫さんの父正一郎さんも会議所の会長を務めました。正一郎さんがどんな功績を残したのかはぜひトヨタイムズビジネスをご覧ください。会長でいらっしゃったんですけれども、豊田家とも深く関わりがある日本自動車会議所。昭夫さんはどんな思いで会長職を引き受けたんでしょうか。豊田でございます。本日より日本自動車会議所の会長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。早速ですが、先ほど行われました総会で会員の皆様にお話しました私の思う日本自動車会議所の合言葉をこの場でお話しさせていただければと思います。こちらです。車を日本の文化に、自動車会議所のお話をいただき、発足当時の設立趣旨を振り返ってまいりました。昭和21年、79年前に書かれた趣旨書の冒頭がこちらです。国民の生活維持と文化向上に、車は不可欠とあります。おかげさまで今、車は日本の人流、物流に欠かせないものとしてお役に立てているものと思っております。しかしながら、文化としての車は日本のお役に立てているでしょうか。少し不安になってしまいました。海外に行ったとき、あなたの国はどんなところですか
とよく聞かれます。皆さんだったら日本の何を自慢されるでしょうか。春夏秋冬、和食、伝統芸能、工芸品、治安の良さ、日本の自慢はいろいろあると思います。最近だとアニメもあるとも思われます。流行りの AI にもこの質問をしてみました。やはり文化、伝統、観光、自然が一番最初に出てまいります。技術、産業はその次、そこに自動車産業もやっと出てまいります。同じようにドイツの自慢も聞いてみました。一番の自慢は経済と技術力、その代表選手が自動車という結果です。AI はネット上にあるすべての情報を読み込んでいると伺っております。ですので、おそらく本当にドイツの方に聞いてもこうやってお答えされるのではないかと思います。そんなドイツを羨ましく思いました。日本もドイツのように車が我が国の文化だと一番に答える国であったら、我々はどんなに嬉しいだろうと感じます。他の誰かが国の自慢なんですと車のことを話してくれてたら、自動車に携わる我々は自分の仕事をもっと誇らしく思えるのではないでしょうか。あなたの国を自慢してくださいと聞かれた多くの日本人が、日本の自慢は何と言っても車ですと答えるようにしていきたいと思います。さらに言えば AI に聞いてもそう答えてもらえるくらいにしていければと思っております。車を日本の文化に、この合言葉を新たな合言葉として我々日本自動車会議所はこれからさまざまな活動をしていければと考えております。皆様よろしくお願いいたします。最後にもう一つ、ここにいらっしゃる皆さんが豊田章男に聞かなきゃと思っていることに先にお答えさせていただきます。自公会との違いを一言で言うと、動かしたい相手です。自公会の時は、私は自動車産業が国から頼られる存在になっていきたいと言っておりました。動かしたい相手は国であり政府だったと思います。それに対して今回、自動車会議所で動かしていきたいのは、人々の心だと考えております。車が自慢したくなる文化になっていくためには、政府ではなく、日本の皆様の心を動かさないといけないと思っております。それが私が思っている自公会と自動車会議所の大きな違いです。違いは、どんな団体が会員に名を連ねているかにも表れていると思います。自公会には製造の会社が集まっておりますが、会議所には販売、整備、運行、そして保険、エネルギーといった自動車に関わるほとんどすべての業界団体、企業が集まり、今年からはユーザー団体の JAF も加わりました。そこにはあらゆる現場があり、車に関わるさまざまな仕事をしております。そのみんなが車を日本の文化にするため、いろいろなアクションを始められたら、日本の経済や国の力にもっとお役に立てるようになると思います。日本自動車会議所、多くの方にとっては聞き慣れない名前の団体だと思いますが、まずは会議所という名前とスローガンだけでも本日覚えていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。秋夫さんが思うスローガン、車を日本の文化に。このスローガンのもと、日本自動車会議所が今後どんな活動をしていくのか、懇親会の後に行われたメディアとの懇談会でより鮮明になりました。車をですね、この国の文化にしていくには、どのようなことが必要で、会長としてどんなことにこれから取り組んでいこうと思われているのか。冒頭挨拶でも申し上げましたけど、このお役目をね受けるにあたって設立主意書、自動車会議所の前身である自動車協議会、というのの設立に行き当たりました。そうしたところですね、設立が1945年の11月15日というのは終戦からわずか3ヶ月なんですよ。3ヶ月の時にこの自動車協議会を設立したのが豊田喜一郎だというところにたどり着きました。それでその時の思いについて喜一郎は何と言ってるかというと、自動車は国民生活の安定や戦後復興にとって非常に重要である。民主主義自動車工業国家を建設して平和日本の再興と世界文化に寄与したいというのがね、原点だというところが今日のね、車を日本の文化にしようという言葉に行き着いたのはそういうことでもあります。世界文化の寄与っていうのは異なる国々や民族が持つ文化の相互理解や交流を通じてより良い社会を作ることという、理解をするとなるとですね、今我々は、令和の時代、を生活しておりますけれども、この令和っていうのは、人々が美しく心寄せ合う中で文化を花開くというね、意味が込められているということを令和時代の初めにどなた方が言っておられた記憶がよみがえりました。これを我々に当てはめてみると、自動車産業で働く人たちがさまざまな国のさまざまな人たちと仲間になり、車を通じて文化という花を開かせる時代と言えると思います。で、どこまで行っても私は車屋なので、車屋として令和の時代の自動車会議所の役割をしっかりとねやることこそがただ多分私自公会会長を長く務めさせていただきましたので、自公会会長の役割とね自動車工業会、自動車会議所の役割どんなことかなというふうに多分どなたも悩まれるんじゃないのかな、どなたも疑問に持たれるんじゃないのかなと思って冒頭ああいうお答えはさせていただきました。この自動車会議所というのはご存知のように製造業のみならず、その販売とかね保険、とか運輸運ぶのに加えて今回 JAXA が入っておられるんですよね。というのはもうユーザーそのものなんですよ。ですから自公会会長時代550万人と言っておりましたけど、今計算中ですがJAF 入れたらこれ2500万人超えるんじゃないのかなというふうに思ってます。で2500万人というのはね、これ日本の人口の約5分の1です。ですからそこがね今まずは元気に、なる、そして、そこが夢と希望を持つ。それだから心に迫りたいと言ったのはそこです。投資規模とかね雇用がどうだとか日経新聞が喜ぶようなね喜ぶようなお題目ではなくてやっぱり、この産業を作ってるのは人ですし、それを支えてるのは商品ですし、そういう方々がまずはね、この日本という、国をベースにやってることに対してプライドを持ってもらう、私自身が何ができるかっていうのは微々たるもんだと思います。ですけどそんな思いを込めて言葉にさせていただきました。フリーランスの池田直人と申します。今回僕この自動車会議所っていうのは政治に対するカウンターパートじゃないかと想像してるんですが、
まずそれが予想が合っているかどうかということと、もう一つだとすればどういう動きをこれからその政治に対していかなきゃならないか、特に今関税問題で非常に世界が揺れている中で、どういう動きをしていくかということについて何かご説明いただければと思います。自動車業界がね、お国といろんな法律とかいろんなルールとかいろんなことで散々やり合ってきた歴史は皆さんご存知の通りだと思います。そんな中でこの間ね、トヨタイムビジネスでおっしゃっておられましたけど、日本っていうのは自動車業界再編に対しても、日本の自動車各個社がいろいろ自分たちの意思を持ってある面ね、そこに対等なね意見交換があり、そして今の自動車会社が世界での日本の自動車会社が世界でいられる地位をね、確立した。で、僕は話聞いててまさしくそうなんだろうなというふうに思いました。ですからルールメイキングされる方、それから規制値を決める方もいいんですが、そこにユーザーとかやっぱりそこの本当の意味でのステークホルダー不在ではね、でどっちが上どっちが下ではなくて、やっぱりみんなで未来作っていくもんじゃないのと。ですから私が唯一できることであれば、その話のね影響力というか、影響力をまずそのユーザー目線というか、使う方目線というか、働いてる人目線というか、そういうところでまず対等な話をするのにお役に立つんであればやりますけど、やっぱり一時的にはね、やっぱり自動車工業会、というところの方が投資と雇用というね、ところだし、550万人というはっきりとそのあたり自分たちのフィールドが分かってますから、まずはねこれだけ幅広い自動車会議所のメンバーの交流をねまずやり、しっかりとねワンボイスにしていくことというのがまず私の第一歩なんじゃないのかなというふうには思ってます。きっとね、そして秋夫さんに託された役割についてこう話しました。要はこれ単にこの会長職をしたというよりは、私という人間にねこのお役が回ってきたという意味を自分自身考え始めました。私はどこまで行っても自動車屋なんですよ、車屋なんですよ。それでモビリティ社会に変革するにはね、私のような古い人間は邪魔になるだろうということで一歩ステップアップしました。ですがまだまだね、自動車というものを中心に誰かがこの国を支えなきゃいけないんであれば、一番その血液からね、体温から全部自動車でできてるね、自動車人生そのものの私がちょっと当分の間ねやらざるを得ないのかなというふうに思ってます。私自身以前本当に日本のためにっていうことで思っておりました。ですけどそれもね、随分と気持ち的に落ち込んだ時も多々ございます。それでも今こうしてね、こうして自動車のために何かやれることをというのは私自身には自動車をらしいというかね、メイドインジャパンというか自動車の産業の日本の自動車産業らしさというのを感じるセンサーがあるんだというふうに思います。はい、それでそのセンサーによってですね、やっぱりこれって自動車産業をさらに強くするためには必要だよねとかね、これってちょっともう時代遅れじゃないとかいうのを感じ取れる。それは私トヨタ自身がね、トヨタ自身を社長時代にトヨタらしさというものを感じるセンサーで、トヨタが戻れる場所を感じ取れる経験と感性があるということで、何度かトヨタも復活しましたので、ですから、なんとかこの当分の間ね、この自動車産業がこの国を引っ張るんだ。そして2030年2040年になっても何かしら自動車というのが日本にあって、
よかったねと、だからまだ世界的にね、相手にされる国だよねというのをやるには、純粋自動車がもう一回ね、お国のために、そしてお国というのは今は全世界に広がってるかもしれませんが、そのために一肌脱ぐことはね必要なんじゃないのかなと。ただ体はですね元気そうに見えますけど、私いろいろお金かけてますからいろいろお金かけてんで、表面上は元気そうに見えるんですよ。だけどもうね、今年は先日24時間レースも出ましたけど、ブレーキも踏めないようなね状態、まっすぐ歩けない状態が今年の2025年のスタートでした。なんとかリハビリをして、歩ける状態に持ってまいりました。来週はニルの24時間レース控えております。ですから、そこまでなんとかね、なんとか復活してまいりましたので、そういう意味では体は年初の時に比べればねまともな状態にはなっていると思いますが、見た目ほどそういい状態ではないということはぜひご理解いただきたいなと思います。高齢者対策というのと文化ですね、車の文化、その辺のことをどのようにして今後、取り組んでいかれるか、そこをちょっと聞きたいと思います。私自身が高齢者ですから違います。私自身が高齢者なので、高齢者の目線はね理解できるつもりです。ただ私どっちかというと元気な高齢者なので、まずやっぱり高齢者元気になってもらいたいと思いますね。でそのためには私自身がこの年でね好きなことやってんなというふうにね思ってもらえばいいんであって、そうやってまず高齢者は元気になってもらいたい。で何でもかんでも今ね事故が起こったら車が悪い、私の立場からはなかなか言いづらいんですが言いづらいんですけど、明らかにねこれってみんなで交通事故を守るべきもんだよねと思うような事象があまりに増えてきてると思います今。多いですね。ですからこれは私の立場だとね、何自動車会社の分際でって言われます。ですけどやっぱり交通事故を少なくしていきたいというのは誰もの願いですので、そう思うとねやっぱり現実をよく見極める。でシートベルトを装着してから本当に交通事故数は減ってきたんですけど、今ね安定しちゃってるんですよ、ある面で。安定しちゃってるところがおっしゃるように高齢者と新モビリティというかね、そういうところもしっかりとね事実を見て、でみんなで守るもんだよねというところはこちらが言っていけるんじゃないかなと思ってます。ちょっと改めて会長、この自動車税制について今どう思ってらっしゃるか。これねやっぱりね世界で一番高い税金です、ね、世界で一番複雑な税金です、ね、でかつては自動車が使う道路とかねいうようなものは自動車財源ということでやったのがあれになってますでしょ、一般財政で使い方もよくわからない、ね、それともう一つはやっぱりモビリティの社会、いろんな方がね自動運転だ電気自動車だっていろんなこと言われますけど、電気自動車にせよ水素にせよやっぱりインフラが整わないとダメだと思います。で先ほどあった交通事故の話もね例えば認証でも日本は対歩行者で、アメリカの場合は対物同士と道路の事情で違うように、やっぱりインフラと自動車自身とそして使う人の倫理がどうねシンクロナイズして進んでいくかということは大事だと思うんですね。ですからそういう意味も含めて抜本的ね、抜本的って何と本当に抜本的っていうとすぐね財源がないとかねいうご発言になるんですが、抜本的という以上は財源も含めてね考えるべき。それにはまずね使い方を考えた方がいいんじゃないですかというふうに思いますし、使い方がよりオープンに見えてないとね、税金を納めた人が
そこのところもよりオープンにしてほしいなというふうに思います。ただこれは自公会さんとかね、JAF さんとかいろんなところと連携をして進める話で、自動車会議所に私が会長になったからね、自動車会議所がまとめて全部っていうよりは、私の役割は各副会長さんが代表されているいろんな諸団体の接着剤となり、どちらかというと JAF さんが入ったのが大きいですけど、ユーザーのね声として、業界団体の利益の話じゃなくて、使う人にとってどうあるべきですか、という声を出すにはね、今までの私のいろんな場面での発言から、私はいろんなその点の経験がありますから、ある面インフルエンサーかもしれません。だからインフルエンサーで多くのねサイレントね、そのモビリティ社会に入っておられる方がありがたいと思うことであればね、私は思い切って表に出ていこうというふうには思っておりますが、あくまでもそれぞれの業界団体のね方々、そして JAF さんはユーザー代表でやられることなんじゃないのかなと思ってます。そういう意味ですとやっぱ中長期的に、しっかりと抜本的な見直しに向けてしっかりやっていきたいという。はい、私が今までやってきたことって全部中長期的だったと思うんですよ。ね、すぐなんか手段を出してね、はい一つ解決しましたということは今までの私のねトヨタ社長、そして自公会会長の時もあまりやってないと思うんですよね。ですからぜひその辺のペースとかねいうのもご理解いただきながら、やっぱり現場にいろいろねいろんなことっていうのは起こっておりますから、こうして皆さんともねこういう会話ができる場があるわけですから、そういうところで現実は教えていただきながら、お互いが知らないことを知り合う、そして、それぞれの得意分野でねやっていくっていうのが日本の未来をより良くするものじゃないのかなと私は考えてますので、ぜひご協力いただきたいと思います。その日本が車文化で一流のものになると、日本車の国際競争力も今後上がっていくんだろうなと考えているんですね。その会長が今日おっしゃった、日本に車の文化をというのはやはりそういう文脈で捉えてもいいものなのかどうか、お考えをお聞かせください。日本車で唯一文化になっているというかね、非常にコンペティブなのは日本車壊れないというところだと思いますね。で壊れないがゆえにね自動運転車でも使われるのは日本車が多いとかね。ですからすでに日本のこれだけある自動車メーカー、トラックメーカー、バイクメーカーのことというのは海外ではね結構認知され活用されていると思います。でそこにですからまず海外のその認知度と日本での認知度をもうちょっと近づけたいなというふうには思ってます。でその上でなんていうか日本壊れないっていうだけではね文化にはならないと思うんですね。よりエモーショナルな、ですからハード部分で日本のメーカーは今まで世界をリードしてきたと思います。ここからはちょっとソフトなりエモーショナルな部分をこの車というものに入れた時にね多分それが文化になったねというようなものになるんじゃないのかな。ですからそうしていくために国は何をすべきか、各 OEM は何をすべきか、販売会社は何すべきか、そして新車がねあれになった中古車業者は何をすべきか、それに対して保険は何をするべきか。そうなるとこの自動車会議所っていうのは仲間が皆さんおられます。で何よりもユーザーはどう思うのっていうのは入ってきていただいてる。でワクワクするモータースポーツも入った、となると役者は揃ってるわけですから、揃ってないのは総連ぐらいですね。ここに組合に入ってくればね本当に自動車の何千万ので、以前自公会会長の時に総連ともねやってました。ですから入りなさいという形ではなくて一緒に議論しようねということはね
実績がありますからできると思うんですよ。先ほどの懇親会のご挨拶で日本とドイツの違いということでご紹介いただきましたが改めてどういった背景が相手間違いを生んでいるのか。背景というか AI に聞いてみただけの話なんですよ。というのはね、私がいろんな方から意見を吸い上げると言ってもね限界があります。AI っていうのはねとんでもないね N 数から情報を集めてると思うんですね。そういう意味で日本は春夏秋冬アニメいいですよ。何でもいいんですけど、でも自動車がなんであんなに低いのっていうねところはちょっとショックでしたね。で、私トヨタの社長の時の経験からいきますと、海外に行きますとね本当にありがとうって言ってくれるんですよ。最初はこの工場しかなかった、この道できたぞ、病院もできた、住宅もできた、スーパーもできた、ね、25年経った今こんなに、ね、笑顔の輪が広がったよっていうことを、これ全部自動車やってくれたっていうことを本当海外で言ってくれるんですよ。日本って言われたことないですから、本当なんですよ。本当に言われたことないんですよ。それでやっぱりね550万人から今度から2550万人に増えていった時にやっぱりねその人たちが実感として自分たちが支えてるっていうね、生意気かもしれませんが自分たちがこの国支えてるっていう気概がないと僕本当にね終わっちゃうんじゃないかなというふうに危機感は持ってます。だからね褒めてくださいなんて言ってませんよ。褒めてくださいなんて一切言いません。ただね事実を報道いただきたいとね、事実をということだけなんですよ。ストーリーをいろいろ決めて悪者決めてやりますでしょ、そういうこと。だからそういうことじゃなくて未来のためにね、メディアの力ってめっちゃ大切なんですって。メディアは国民の教科書なんだから、教科書なんですよ。だから教科書なんだというね、ことで我々自動車業界2550万人はメディアをリスペクトしてますからね、メディアをリスペクトしてますし、ジャーナリストの世界もリスペクトしてます。だからきついこと言われてもこれで仲良くしてられるんですよ、ね、それでおベンチャルだけではね未来は作れません。ですけどその厳しい指摘の中にやっぱり事実というねリアルストーリーというバックグラウンドがないとやってる方も言われる方もたまったことじゃないですよ、そうすると対立してみようかなって気になるんですよ、でも対立分断の世界で何が生まれます、今こそね協調共感感動だと思います、それが文化にしたいという言葉につながったんじゃないのかなと思いますので、ぜひ日本を元気にしてあげてほしいなというふうに思いますね。はい、そろそろお時間になりましたのでこれで終了とさせていただきます。これから日本自動車会議所よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。久しぶりにこういう場に立ちましてですよね。さっきとでしか見てないよ。さっきとしか話したことない。お疲れ様です。はい。